どうも、田舎者です。だんだんとね、暖かくなってきましたね。畑の野菜もね、順調に育っていますが、このブロッコリーですね、気がついたらこれ食べるところが全部なくなってね、もう花が咲いてまして、ほんと栽培のセンスないわと思いつつですね、ちょっとね、更新の間が空いたんで、これまでの流れを振り返るとですね、この見取り図の赤線の部分のこの腐った土台をね、なんとか交換できたんで、その上に乗っているね、今にようやく床を張ることができました。もともとね、こんな感じだった今ですけども、途中ね、なんでこんなパズル始めてしまったんなと思いながらですけどね、一応素足で歩けるね、部屋ができました。で、今回はですね、この今の南側にある玄関ですね、ここをとりあえずね、歩けるように、そして物を置けるようにしていきます。まずはね、いつもの片付けからですね、何か作業をするためには、まずは片付けね、ほんとこのパターンを永遠繰り返してますよ。とはいえね、今はここにね、物置があるんで、物もバンバン放り込めてね、片付けのしがいがありますよ。そんな感じでね、一通り物を動かしたら、この仮のね、足場に置いてあったコンパネが出てきました。サイズ的にもね、これちょうど良さそうなんで、今回はね、これを貼ったらもう歩けるし、簡単やなと作業に取り掛かりました。こんな感じでね、大体合うサイズなんで、こういう企画なんでしょうかね。で、このね、フスマのレールの下にコンパネを入れようとしたんですけど、なんか入らんなと思ったらね、こんな大量のね、ホコリがまた詰まってましたよ。これ一体何十年分のホコリなんでしょうかね。で、ここはきっちりやっておきたいなと掃除をしてたんですけども、よくよくこれ辺りを見渡したらね、これめっちゃ枕元で作業してることに気がついてね、いつぞやのようにホコリまみれで眠るのはマジで勘弁なんで、この今とね、玄関の仕切りに襖を探す旅に出ました。この辺にとりあえずね、もろもろ放り込んであるのはいいんですけど、足場がね、めちゃくちゃ悪いんで、出すのに一苦労。そんなね、落とし穴に気をつけて苦労して出した襖ですけど、明らかにこれサイズがおかしいんですよね。違う場所の襖を出してきたようですね。もう戻すのめんどくさいんでね、このまま行きます。これで寝室にね、気を配らずに思いっきり作業ができますね。ということで、いつもの床下掃除ですね。本当にね、毎月ぐらい地面をね、ほうきで撫でている気がしますね。で、板を張る前にね、まだいくつかやることがあって、この虫食いの穴ですね、食われているのは知ってたんですけどね、ここまで大きながあるのは触ってみて初めて分かりましたね。で、この木を交換するとなるとね、結構大変なんで、もう何年前に買ったか覚えてないこの漆喰を引っ張り出してきました。古いのにね、全然使える感じなのに驚きましたね。ちょっと水入れすぎたかなと思ったんですけどね、無理やり入れたけど、やっぱ案の定ね、ちょっとシャバすぎやったんで、紙粘土程度に練り直して、この穴やね、掛けに押し込んでおきました。見栄えはちょっと悪いですけどね、どうせ隠れるところなんで、ええかなと思って進めてますね。で、練り直したおかげでね、漆喰がかなり余ったんで、この土台の交換の時にね、ちょっと削りすぎてね、柱との間にこの隙間ができたんですよね。その間にこうやって押し込んでみたりですね。この間適当に直したこの雨どいの水漏れですね。またピチャンピチャン漏れるんで、ここにね、さらに補強してみたり、この半分腐ってる木のところに押し込んでみたりね、思いつく限りの場所にね、こう漆喰ねじ込んでたら一日終わってましたよ。一体いつになったら板を張るんやと自分自身も思うわけなんですけど、もう一つだけね、作業しておきました。この間貼ったね、この床の縁の部分が沈むんですよね。で、この真下にやってきてね、ちょっと補強をしました。もうね、飛び出てるビスが邪魔なので、まずはこれを切断して、その辺に転がった木を差し込んでですね、で、これを固定して、端材を叩き込んで、多少改善したかなっていう感じですけどね。しっかりやるにはやっぱりね、負荷を足してあげるべきですかね。そんな感じでね、気がつけば動画5分近く経ってね、まだ板を1枚も張ってないっていうね。1年暮らしながらね、いろいろ手直しして、それだけ気になる部分も出てきたっていうことですかね。ということで、ようやくですけれども、隅に残っているね、最後の床板を外して、コンパネを貼っていきます。
これえらい複雑な形しとるなと思いつつですね、これを型取りしてカットします。こんな感じですね。まあ大丈夫です。ちゃんとね、計算間違いしてこれはまらないんでね。この画面手前のところがね、うまくいかないんですよね。僕の腕前ではやっぱ一発ではうまくいかんかと、ちょっとね、悲しい気持ちで小さくしてやり直しました。まあこの木のね、レールの下にはうまくフィットしたけど、今度はちょっとね、ノリが甘くてね、これ不安定なので、まあこれズルみたいなもんなんですよね。その辺のこの使えそうなキーを数枚探してきました。まあこんな感じでね、継ぎ足してコンパネが乗るようにね、ごまかしておきましたけどね、まあ余計な隙間ができてね、また仕事が増えましたよ。で、真ん中はね、特に問題ないんですけど、もう一枚のコンパネどこにあったかなと思ってね、探してみました。そしたらですね、この編集するね、パソコンの下でしたね。まあこれぞ段取り悪しと思いつつですけども、まあパソコンの電源を落としてね、まあいい機械なんで、この機材意識もね、もう寝室に持っていくことにしました。この小学生の時に買ってもらった学習机ですね、形を変えてね、天板だけは未だに使ってるっていうね。ということで、ようやく最後の1枚が揃いましてね、まあ一旦出したものをまた戻すというね、ほんとこの1年ね、物を右から左へ、左から前へ、前から右へ、そして右から後ろへとぐるぐる回す暮らしでしたけどね、まあこの玄関にも置き場ができるとね、また少し改善できますよ。で、ここのね、壁の下にコンパネを入れ込みたいんで、この柱の出っ張りですね、これを測って今度は切っていきます。まあ今度こそはね、一発ではめたいなと思ったんですけど、まあなかなか難しいもんですね。何が難しいかってですね、この壁が少し落ちているんかしてね、叩いてもうまく入らないんですよね。なので、まあ僕のね、適当な考えですけど、サンダーでこの端だけ軽く削ってですね、で、落ちている場所をこじ開けて、まあなんとかね、これで入りましたよ。まあ、最後ね、めちゃめちゃ強引に押し込みましたけど、数ミリはどうしても入れなかったですね。まあでも1枚目の失敗をね、考えたら、まあうまくいったかなと思います。で、真ん中はね、置くだけなんで簡単なんですけどね。ただ、この1センチの隙間が気になるといえば気になる。そしてこの穴。まあせっかくね、これでできたんで、この中途半端な床板をね、使い切ることにしました。まあ、このね、微妙に高さが違うのはご愛嬌としておきます。で、この隙間を埋めるのにね、チェーンソーの切りくずで巻いたりね、パテ作るのもありかなと思ったんですけど、まあ自分の中でね、なんかこの密かな漆喰ブームが来てたんで、まあ漆喰で埋めたらどうなるかなと思って試してみました。で、作業してたらね、喫茶店で知り合った方がね、めっちゃええもんくれましたよ。こんにちは。こんにちは。めっちゃええもんもらいました、これ。刃物削るやつ。はい、そうです。ありがとうございます。まあそんな感じでミニマリストとは真逆のマキシマリストの道をね、今後も進んでいこうと思います。ということで、こんな感じで漆喰で適当に隙間を埋めて、雑巾で拭き取って、とりあえず玄関はね、これでよしということにしました。で、あと1点だけ気になったのはここの虫食いですね。やっぱり玄関はね、家の顔みたいなものなので、まあ削ってごまかせないかなと考えました。
ただこれね、削れでも削れでも虫食いの跡が消えないと、しまいにはね、この木なくなるんじゃないかなと思ってね、考え方をちょっと変えてみました。これですね、見ようによってはね、面白い形してるんじゃないかなと、無理やりちょっとね、自分を納得させてですね、この表面を滑らかに磨いて、これはアクセントとして残しておくことにしました。そして、いつものようにね、この蜜蝋を塗りたくっておきました。で、この穴のところですね、ちょっと入りにくいんで、オリーブオイルを塗り込んでみました。世界広しといえどもね、玄関の虫食い穴にオリーブオイル塗ってるの自分ぐらいちゃうかなとね、思いながら作業しましたけどね。写真にするとこんな感じですね。ただね、これキッチンペーパーで塗ったのはね、ほんと間違いでしたね。この紙のくずがね、穴に残ってこれをちまちま取り除いてますね。こういうことしてるとね、人生って何なんやろってね、思ったりしますけどね。最後でここにゴザを敷いて終わりですね。で、このゴザもね、第2話の時ですね、残しておいたもんです。畳をね、全部捨ててしまったのは今思えばもったいなかったですね。で、これサイズがね、全然違うんで、適当に折って合わせて、これからの時期ね、涼しい感じなんで、悪くないですね。で、歩いてみた感じね、このコンパネの継ぎ目のとこがね、若干しなるんで、そこはちょっと気をつけつつね、またそのうち誰か畳捨てるんやけどいらんかっていう、ね、そういう展開を期待しつつ、今はこれでよしとしておきました。で、玄関から寝室を通ってキッチンですね。ここがいつもね、むちゃくちゃなんでね、次はこの辺りを作業していきたいなと考えています。ここがね、それなりになったら、家の半分終わったことになるし、あとはぼちぼちでいいんでね、本当に心の余裕ができるかなと思います。そしてキッチンと寝室の間にこの元あった建具を入れて、そしてこちら側も引き戸を戻して、めっちゃ落ち着き空間ができましたよ。で、クーラーもね、これもともとついていたものがあるので、今年の夏はめっちゃ快適にね、過ごせそうですよ。ということでね、この玄関兼物置ですね、季節外れの火箸とか、よく使う工具とかを並べてね、今後の作業に備えておきます。いつも以上にね、まとまりのない内容ながら最後までお付き合いありがとうございました。とりあえずこれでね、配達の人とかが玄関入ってきてね、彼らのね、この何とも言えない表情を見るのは終わりになりそうですよ。ちょっとこれまたね、仕事の具合で更新に間ができそうなんですけど、細く長くね、10年計画でやっていきますんで、今後もよろしくお願いします。それではまた。